皆さんこんにちは、なるです。今回は青森県の八戸奥入瀬渓流を訪れました。今回訪れる八戸は青森市、弘前市とともに青森県主要3市の一角を構成する南部エリアの中心都市です。八戸港は日本有数の漁港として知られています。特にイカとサバの水揚げ量が豊富で、八戸前沖サバはブランド品として全国的に人気を集めています。そんな八戸港で水揚げされた新鮮な魚介類を存分に楽しめるのが発食センターです。八戸には日本最大級の朝市文化があります。毎週日曜日に出現する立花岸壁朝市は全長800メートルに約300店舗が立ち並ぶ圧巻の光景です。その他にも海岸線沿いには蕪島神社、芦毛崎展望台、種差海岸など魅力的なスポットが集まります。一方、十和田湖と奥入瀬渓流は十和田八幡平国立公園を代表する景勝地です。十和田湖は約20万年前に始まった火山活動により形成されたカルデラ湖で、十和田湖ブルーと呼ばれる美しい青色に輝きます。十和田湖畔根の口から焼山まで約 14km 続く流れが奥入瀬渓流です。アクセスについてです。八戸駅には東北新幹線が乗り入れており、東京から約3時間でアクセスできます。八戸の主要駅については、八戸駅が新幹線の発着駅、本八戸駅が市内中心部への最寄り駅となっています。この JR 八戸線で蕪島神社や種差海岸もアクセス可能です。十和田湖奥入瀬渓流方面へは、青森駅、新青森駅、八戸駅から JR バス湖号、奥入瀬号が運行しています。また、客室の自動ドア付近青森県の八戸にやってきました。今回は八戸と奥入瀬を楽しみたいと思います。この前はね、青森市の津軽地方というところに行ったんですけど、今回は八戸と奥入瀬の南部地方と呼ばれるところを楽しみたいと思います。この2つの地域はね、気候とか食文化とか方言もちょっと違うみたいなんだよ。そうだからその違いもね、楽しめたらいいなと思います。で、あと津軽地方と南部地方は仲悪いっていう話があって、あ、そこれ本当なのかな。う。聞いたことない。なんで知ってる方はぜひそこも教えてください。でね、まずはバスに乗って発食センターに行きます。あと5分しかないので急いで行きましょう。はい。よし。ご利用いただけるよう座席は譲り合ってご利用ください。昭和55年創業の発食センターは、津港の商業者有志によって生まれた八戸市民の台所。約60店舗が軒を連ね、八戸港で水揚げされたばかりの絶品魚介類から青森の特産品まで勢ぞろいしています。名物の七輪村では購入した新鮮な牡蠣やホタテ、イカを炭火で焼いて味わえるほか、郷土料理のせんべい汁なども楽しめます。
じゃあホタテをいただきます。とてもね超大きいんだよ。いただきます。わー、ほら、うわ、箸で箸でつかめない。こんなに大きい。わー、程よい歯ごたえがあってプリプリで美味しい。なんか炭火で焼いてるからかな、ああ、そうなんだ。焼き方がすごい美味しい気がする。普通のお店とかで食べるよりなんか熱伝導がいいのかな。美味しい。歯ごたえもいい。貝柱も酒が進むね。この塩加減最高だわ。うまっ。美味しいね。どんどん食べよう。八戸の前置きサバの料理専門店。看板メニューの八戸前置き銀サバとろ漬け丼は全国ご当地丼選手権で2年連続グランプリを受賞し殿堂入りを果たしました。いただきます。漬け丼来たよ。美味しそうだね。めっちゃ美味しそうでね、サバもこんなに大きいの。超分厚くない？すごい。こんなに大きい。これ有名なんだよね。八戸サバの町なのかな。サバも有名なんだよね。いいサバが取れるんだよね、きっと。いただきます。うわー、米食べたかった。あれ？どうした？違うの？なんか味食べて美味しいってなったんだけど、さらになんか追い打ちかけてきた。めっちゃ美味しいこのサバ。なんかさ、ちょっと炙ってあんのかな。それがすっごい美味しい。あとね、甘めのタレなの。それがサバとすっごい合う。うまいよ。だって追い打ちかけてきたの。こいつが初めてだよ。この子ね、この子が初めてです。美味しい。じゃあ南部せんべいの耳のバター焼きね。いただきます。結構硬いね。そう、硬い。硬くはないよ。本当。なんかしょっぱい、美味しい。バターが合う。バターが合う。しょっぱい。なんかスナックじゃない？ポテトチップスの硬い版みたいな感じ。違う？美味しい。南部地域ってね、小麦文化なんだって。あ、そうなんです。でね、津軽地方は米文化なんだって。そうなんです。すごい。パンとか有名なの？いや、なんか昔気候かな、気候の関係で米がうまく育たなかったんだって。だから小麦をよく食べてて、南部せんべいとかもさ、それ？そう、小麦のせんべい入れてるじゃん。だから南部の方が発祥なんだって。そう。わかるよね。
全然わかんない。それわかんない。あ、小麦文化のまたこっち。すっごい甘い。そうなんですか。例えばこの切れ目が入ってることで食べやすいね。噛みやすい、すごい。甘くて美味しい。ツルツルだからさ、ツルツル入ってくる。見た目もツルツルっぽいね。見た目もすごい綺麗だよね。うわ、美味しい。ご飯かき込みたい。サバの串焼きだ。めっちゃ輝いてるのよ。分厚いよね、一個一個がさ、しかも大きいもん。いただきます。すっごいふっくらしてる。なんだけどこの皮の部分はパリパリなの。ね、サバのうまい脂がわーって口の中に流れ込んでくる。でね、塩味なのこれ。その塩加減も美味しい。なんか油が来て、ちょっと油っぽいかなって思うんだけど、塩が後から追いかけてきて、さっぱりってなる。美味しい。八戸すごい賑わってるね。こういうの感じ。飲み屋街？目がいっぱいある。でちょっとレトロでさ、昭和っぽくてそれがまたいいよね。雰囲気出してるよ。明日朝早くなかったらさ、もっと飲み歩きたいもん。本当だね。賑やかで楽しいね。びっくり、こんなにね夜も賑やかなんて思ってなかったからさ。すごい。いいね。にバス停に向かってます。ホテルから一番近いバス停もあるんですけど、もうちょっと歩いたところに始発のバス停があるので、そっちに向かってます。なんかすごい混むっぽいので、始発のバス停に行った方が座れるかなと思って向かってます。結構人並んでるんだよね。座れないから。急ごう。2004年に始まったとてはな岸壁朝市は3月から12月までの毎週日曜日、夜明けとともに始まります。八戸の新鮮な海産物から絶品の揚げ物、焼きたてパンまで魅力的な品々が勢ぞろいし、地元の農漁業、商工業関係者による温かい自主運営で愛され続けています。すごい賑わってるね。お店めっちゃあるし、人超すごくない？小籠包に並べました。
何個か買ってね、いい匂いに惹かれたよね。買ってみよう。意外と回転率が早い。名物ってそれで朝一の名物。あ、そうなんですね。あんまり売ってないですよ。普段は。そうなんだ。食べてみる？串餅。食べてみる？わー、すごい。小籠包。うん。カリカリだ。うわあ。美味しそうだね。肉汁がすごい溢れてきた。めっちゃ美味しいわ、これ。一応並んでたもんな。やばい人気なんだね。で、この生地がすごい美味しい。もちもちしてて、でも表面はパリッとしてるの。もで、ニンニクかな、ニラかなが効いててすごい美味しい。もっと買えばよかったね。うそういっぱいまだあるよ多分。すっごい美味しいよ、これ。衝撃のうまさだ。いただきます。このお餅はなんか朝一でしか食べれないって言ってたね。うん。いただきます。すっごい食べ応えある。味噌かな？え？味噌？あ、そうなんだ。美味しい。味噌抜いて焼いてある。すいとんに似てるよ、これ。すいとんのこれね。美味しい。南部せんべいに赤飯を挟んでるんだって。あ、そうなんだ。めっちゃ気になって買っちゃった。だってさ、せんべいに挟むってどういうこと？謎だよね。いただきます。なんかしょっぱいね。しょっぱい感じだ。でも小豆が甘いから、不思議な味。なんかお酒と一緒に食べたいかも。不思議な味。赤飯甘くて、もうせんべいはしょっぱいね。不思議な感じ。念願のせんべい汁だよ。念願だった。ね。すごい具が入ってない？こんなにたっぷりなんだね。いただきます。美味しい。すっごい優しい味。サバの出汁が入ってる味だわ。美味しい。なんかさ、味噌っぽくないんだよね。あ、そうなんだ。味噌汁じゃないんだ。味噌なのかな、なんか。醤油とかそっち系の味する。面白い。味噌汁の中に私入ってるんだと思ってた。確かにそうだね。せんべい発見。ふにゃふにゃになってる。ふにゃっとしてて、柔らかくなってて、すごい食べやすいし、出汁が染みてて美味しい。せんべい汁美味しい。今日の中でナンバーワンだ。嘘。でも小籠包とも悩むな。めっちゃ美味しいわ。この6のあっこよこそだって胸のだよ。はい横から斜めで大きく。この6の静のこの6の横から上げるよ。はい。
バスに乗って鹿児島神社の目の前にやってきました。私の後ろに見えるのが鹿児島神社です。鹿児島神社は弁財天を祀る700年以上の歴史がある神社です。商売繁盛と漁業安全のご利益がある神社とされています。それでね、鹿児島神社の株図と株式の株、読み方が一緒じゃん。なので株価と人望の株が上がるともされています。それにちなんだお守りもあるみたいです。お守りね、欲しいなと思って。なんで株やってんの？人望の方。人望。人望ないんだ。でね、もうここからでも声が聞こえる通り、3万匹ものウミネコが栄唱してるんだって。でね、ニャーニャー言うのが特徴なんだって。それニャーニャーなんだ。だからウミネコなの。そうそうそう。怖くない？あんなにいると怖いよね。鳥が苦手な人はめちゃくちゃ怖いかもしれない。でね、フンがね、ウミネコのフンが落ちてきたら運がつくと言われてるんだって。それいいように解釈したいね。なんか結構傘さしてるよね。さした方がいいのかな。怖いよね。ちょっと鳥の匂いするね。全然逃げなくない？すごいね。神社の上にもいっぱいいるんだ。人の数より多分ウミネコの方が多くて、ウミネコに支配された島みたいな気がしましたでも本当に一見の価値あるよね。ぜひ見てみてくださいね。ちょっと黄色い花が咲いてるの分かると思うんですけど、5月にはもっと菜の花が咲くみたいです。芦毛崎展望台はね、幕末は異国船の監視所。監視、これ見てたんだ。そうそう。で、太平洋戦争末期には日本軍も監視所を設けたという場所なんだよ。軍事的な
要所として使われてたんですね。すげえ。太平洋戦争の末期はね、ここは海軍のレーダー基地があったんだって。で、この丸い形は、その土台を生かしてるんだって。だから土台が残ってるってことなんだと思う。海鮮丼頼んだよ。このお店さ、景色めっちゃいいよね。そうだね海ビューだよ。そしてこの海鮮丼いただきまーす。分厚いホタテ。ありがとうございます。あ、海苔も敷かれてるわ、ご飯に。一緒にいただきます。うわー、うまそう。まあ、美味しい。オクラもプルプルだ。粒が立ってて美味しい。美味しい。めちゃくちゃ新鮮な気がする。海が近いっていいね。海岸綺麗だったね。めちゃくちゃ綺麗だった。ドライブしたらさ、楽しそう。道のくトレイルのあれコースなのかな。あ、ね、そうみたいだね。地図あったけど、あれってさ、宮城から始まってんの？まあ、ぽいすごい長いよね。何泊で行くんだろう。ねえ。全部じゃないけど、一部だったらできるかな。全部やる体力はないかもしれない。ね。戻りますか。八戸へ戻りましょう。よし。十和田湖のそばの展望台に到着しました。後ろに十和田湖と八甲田山とかの山が見えてます。で、十和田湖は青森県と秋田県にまたがる二重のガルデラ湖になってます。二重のガルデラ湖ってどういう意味かわかりますか？わかりませんが。二重のガルデラ湖っていうのはね、大昔2回大爆発があったんだって。だから、この爆発の中に爆発が起きたから、こう2層の鍋みたいな感じになってるそうです。なので、結構ね、
浸水が深いみたいで、日本第3位の深さの湖です。そんな十和田湖にやってきました。この展望台からの景色すごい綺麗だよね。今日はこの十和田湖の周りを散策したいと思います。はい。天気いいね。すごい天気いい。あ、遊覧船もある。遊覧船もあるんですよ。いただきます。ワカサギあの時以来箱根で食べようとしてさ食べれなかったじゃん。ね、それ以来だよ。やったー、ようやく食べれた。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。卵が入ってる。こんなちっちゃいのにちゃんと味もあるし身もあるしさ、めっちゃうまいわ。かっこいい。なんかもっとスカスカなんだと思ったけどさ、ほんと身があって美味しい。十和田湖で取れたやつだよ。美味しい。ヒメマスも有名なのかな。ね、ヒメマスも取れるみたいな。ヒメマスの天丼。いただきます。めっちゃ美味しいね。柔らかい。タレも甘くて美味しいしさ、身がすっごいふっくらしてる。超美味しいね。味噌汁もヒメマスのあら。全部美味しいわ。大根も大きいし美味しいし。ヒメマスのあら汁。どうする味。綺麗ですな。すごい穏やかじゃない？水が。で、透明だね。そこの方も見えるよ。ブルーっぽいグリーンだね。ほんと。ねえ、すごい綺麗。しかも広いし。十和田湖にはね、十和田湖伝説、もとい三湖伝説っていうのがあるんですね。タツコ伝説みたいな。あ、そう。これはね、湖の主たちの恋のバトル物語なんだけど、まずね、八郎太郎という人がいたの。その人は、マタギなんだけど、イワナを食べ過ぎてね、竜になって、十和田湖を作ったの。そう。でね、そこにね、南祖坊という修行僧がやってきて、ここは俺の場所だって言って、八郎太郎と7日7番の大バトルを繰り広げたのね。どっちが勝ったと思いますか？太郎だと思うじゃん。違うの。後からやってきた南祖坊が勝ったの。でね、ここにもともと住んでた八郎太郎は、かわいそうに八郎潟に引っ越したの。でね、そこで暮らしてた八郎太郎は、田沢湖の達子。と恋に落ちたのね。なんだけど、またしてもここで南祖坊がやってきて、達子をめぐって、また大バトルしたの。それで、どっちが勝ったと思う？太郎。
あ、そう。今度は太郎が勝利したの。だからね、この十和田湖は南祖坊が清流大権現として守ってて、八郎潟は八郎太郎の夏の住処と言われてて、で、田沢湖はね、八郎太郎と達子が冬に一緒に過ごす場所。だからさ、凍ってなかったじゃん。この湖。と言われてるんですね。はい。まあ、湖の主たちの恋のバトルが3つの湖で繰り広げられてたんですね。どうですか？すごいね。面白いよね。昔の人ってすごいよね。こういう話をさ、作り上げるのがうまいよね。十和田湖の中山半島に佇む東北屈指のパワースポットで長く地元の人々の信仰を集めてきました。おより紙を湖に浮かべて願いを占う神秘的な占い場で知られ、荘厳な杉子たちの参道も魅力的です。木のさ、彫りがすごいかっこいいね。細かい技術を感じるね。本当だね。すごいシックでさ、雰囲気があるね。なんか森の中にさ、突然現れたから、より一層雰囲気感じるかも。ねえ。眺めめっちゃいいね。最高十和田湖で。ちょっと暑いけどね。風は冷たいね。日差しが強い感じ。気持ちいいね。いただきまーす。すごくない？このリンゴの粒の大きさ。で、パイがね、サクサクなの。本当だね。いただきまーす。わー。リンゴがすっごく甘酸っぱくて美味しい。パイサクサクでバターの風味もね感じる。美味しい。リンゴが大粒だから食べ応えある。リンゴだけで食べるとね結構甘いんだよね。でもこのねパイ生地と食べるとちょうどよくなる。
バランスがいいんだ。バランスがいいの、めちゃくちゃ。うわ、美味しい。余裕で食べちゃうわ。このロケーションも相まってさらに美味しい。奥入瀬渓流沿いに佇む国内唯一のリゾートホテルで、岡本太郎氏が手掛けた巨大な暖炉の煙突や八甲田山の温泉が魅力的です。本日のお部屋はこの部屋です。東館ですね。うわ、広い。思ったより広い。すごい、緑が綺麗。すごい広くない？すごい、緑が見えるよ。あ、川もちょっと見える。すごい。いいね。壁とかにさ、木があったりして木のぬくもり感じるね。ね、初めての星野リゾートだよ。確かに。そっか。滞在楽しみましょう。はい。ドリップコーヒーとお茶があるよ。ほんと冷蔵庫は水が入ってる。ペットボトルじゃないんだ。なんか珍しいね。ペットボトルが良かったな。ペットボトルフリーの取り組みってある。すげえ。そっか、環境に配慮してるんだ。すごいね。でも水が良かったな。ペットボトルが良かったな。これはお茶もあるよ。いただきます。キッチンすごい賑わってるね。すごい。人もすごいし、料理の数も多かったね。ライブで作ってくれた焼き物行こうかな。スイカがね、あったの。スイカ？スイカ、そう、スイカを焼いてたの。で、塩をかけると美味しいよって言われて。スイカ。いただきます。すっごい甘い。美味しい。甘くなってる。なんか油っぽさも感じないよ。
切れ目も入ってるからめちゃくちゃ食べやすかった。うまっ。どれから食べる？のっけ丼あったよ。のっけ丼もそう。のっけ丼もやった。ほら。うわー、いっぱい乗せちゃったよ。海鮮も肉も楽しめるね。おいしい。おいしい。なんかリンゴジュースも3種類ぐらいあって、すごかった。富士となんだっけ3種類あったよ。色違ったよ。ね、違いわかるかやってみたいね。確かに得意なんじゃないのに。わかるかな。わかんない。はい。飲んでみていい？何か当てるわ。絶対わかんないでしょ。で、富士か津軽か王林でしょ。3分の1じゃん。絶対わかんないでしょ。私わかるわ。なわけねえじせーので言うよ。津軽でしょ。ゃん。なんでわかったの？いや、わかるよ。わかる。何が津軽っぽいもん。津軽食べたことあるの？そのあると思う。津軽夏のリンゴなんだよね。だからちょっと夏っぽさ感じた。ありえないよ。すごくない？すごくない？でも本当にそんな感じするもん。すごい。あ、なんか器に入ってるんだ。アップルパイ。これいくか。あ、パリパリだ。うわ。うわ、中にリンゴがずっしりはまってる。ほら。そういうこと？わあ。美味しい。なんかスポンジも入っててさ、ほら。本当だ。すっごい美味しい。ソフトクリームやばい。あ、リンゴだこれ。リンゴシャーベットだ。これもコラボだよ。自分で入れたら。熱いのと冷たいのとしょっぱいのだから全部交互に永遠に食べられるわ。これ美味しい。面白い。
フレンチトーストめっちゃ美味しい。麺パリパリで中ふっくら。焼いてたね、ライブキッチン。すごい美味しい。ラーメンもあったね、朝。まあね、あった。種類豊富、本当に。うん。昨日の夜と全然違う。種類はある。ホテル一瞬の滞在だったね。ちょっともっとゆっくりしたかったね。ねえ、もっとゆっくりしたかったよ。12時まで行けるんだよね。ねえ、あんなにチェックイン長いって知らなかったよ。ってなったらやっぱツアーの量もいいよね。ツアーの量もいいよね。ああ、そうだね。渓流バス使ってもいいよね。うん。うん。でも全部はいけないんだよね。あ、そう、渓流バスだと一部だけね。でも王道のところはさ、バス通ってるからさ、あいいよね、そこだけ。確かにね。それでは今回私たちの奥入瀬渓流の移動手段を紹介します。まず、奥入瀬渓流ホテルから車で根の口に向かい、こちらに車を駐車しました。ここから JR バスに乗って石毛戸まで移動しました。石毛戸から雲井の滝までは、奥入瀬渓流の中心エリアを徒歩で散策しました。約3キロ、60分のコースです。雲井の滝を堪能した後は、再びバスに乗って、奥入瀬渓流最大の見どころ、銚子大滝に向かいました。銚子大滝から十和田湖の根の口まで、約 1.5 キロの道のりを30分歩いて戻ってきました。篠口駐車場にやってきました。ここに車を止めました。で、私の後ろはですね、十和田湖です。もやがかかってて、めちゃくちゃ朝綺麗です。すごい綺麗だよね。うん。すごいわ。昨日は晴天の中見た池だったんですけど、湖か。今日はね、朝のもやがかかってて、すっごい綺麗です。すごいね、あっちの方とかさ、すごい白くなってる。なんか女神が現れそうですね。ね、こっから始まるんだよね、渓流も。うん。奥入瀬渓流も。そう、奥入瀬渓流の水の流れは十和田湖から出てるんだよね。うん。不思議だよね。逆だと思ってたけどさ、ここからね、こう、下ってくるそうです。なので、奥入瀬の、この、なんだろう、勢いある流れを見るには、もう十和田湖に向かって歩く方がいいそうです。ね。はい。朝の意気込みは？朝の意気込み。朝。いや、ないけど。ないの？意気込みはない。じゃあ今日の目標は？綺麗な映像を撮ることがない。素晴らしいよ。私は野生動物に会うこと。うんじゃないですか。うんじゃないですか。そうだけど、なんかリスとかいるかもしれないから。それが目標です。はい。では、チケットを買いに行きますか。はい。よーし。次の雲井の流れまでは約 2.6 キロです。で、湖湖を渡ります。石毛戸に到着しました。ここからトレッキングを始めます。トイレがあるから寄っていこう。いい。
1928年に名勝天然記念物に指定された奥入瀬渓流は十和田湖から流れる約 14km の清流です。苔むした岩が織りなす渓流美がミシュラングリーンガイド2つ星に選ばれています。すごい急に川の流れが強いところに来ました。すごい水しぶきを上げて水がゴーゴーうなりながら下ってます。すごい岩のところにも苔が生えてて、すごい自然がすごいね。わー、 CM に使われそう。足だけでも浸したくなります。あとこの渓流は車道との距離がめちゃくちゃ近いんですよね。だから車からもちょっと見えたりして、なんか本当に身近な存在なんだなこの渓流がっていうことが分かります。アシュラの流れに来ました。明日、ここは流れの勢いがすごいね。まるで一番すごい。修行の場みたい。なんか2つの川なんだろう、多方向から合流してるね。すごい水しぶきがさ、綺麗。ここはいろんな写真にも使われてる有名スポットです。はい。奥入瀬渓流はね、日本に3カ所しかない自然の三冠王なんだよ。自然の三冠王。そう、何？自然の三冠王っていうのはね、特別保護地域、天然記念物、特別名勝、特別名勝の3つの感じなのね。やばい。でね、私日本に3つしかないって言ったじゃん。あと2つどこだかわかる？上高地となんだろう。ヒントあげる？どうしようかな。宮崎のやつ？赤手穂？富山。天原市海岸。違うの？立山ね。立山アルペンルートか。ファイナルアンサー？はい。正解は違います。嘘？アルペンルートじゃないの？ロードじゃないの？上高地と黒部渓谷なの。そうなんだ。奥入瀬が自然の三冠王なんですね。そうなんです。クイズでした。
上昇滝までワープしましたね。ワープしました。バスという名のワープ。すごい混んでるね、ここは。あ、人気なんだ。バスが止まっててすごいね。上昇滝はね、高さが7メートルで幅20メートルもあるんだって。ああ、すごい。この滝はね、魚止めの滝とも呼ばれてるんだよ。あ、そうなんだ。十和田湖に魚が遡上するのは拒んでいるんだって。あ、強すぎて登れないってこと？そうそうそう。登れないよね、これは確かに。確かに。でもそのおかげで十和田湖の生態系が独特に保たれてるんだって。あ、そうなんだ。もう誰も登ってこないの？そう、登れないんだって。あ、そうなんだ。そうそう、すごいよね。今はここです。もうすぐバス停。やったー、もうすぐ。よく歩いたね、ここ。ここからここと、ここからここまで歩きました。こっちの方が人いないし、川綺麗だったね。でもこっちは見どころがたくさんあったね。時間がある人は両方歩くのがいいね。どっちか歩かないといけない。どっちか歩きたいってなったらどっちがおすすめ？そしたら右じゃないの？そうね、こっちの方がね、見どころがあるから。大痩せっぽいよね。そう。あ、そうだね。こういうのがあるからね、奥入瀬渓流っぽさを楽しめるね。お腹ついたよー。よく歩いたね。ちょっとなんかお天気が曇ってるからか。なんか向こう霞んじゃってるけどさ、それもいいね、なんか。確かに。雰囲気あるね。すごい綺麗。抹茶？やばい、溶ける溶ける。あ、これと。